日本の京都で起きた不気味な未解決事件をご存知だろうか。遡ること約40年前の1979年5月23日、京都府長岡京市、ここにある静かな野山で事件は起きた。5月23日の午前10時頃、パートを終えた2人の主婦が自転車でわらび取りに野山へ入山。しかしこの後、彼女たちが戻ってくることはなく、遺体となり発見される。2人の遺体は見るも無残な姿に。さらによく見てみると、被害者のポケットからは紙切れが。その紙切れを取り出し広げてみると、何やら殴り書きでメッセージが。そこに書かれていたメッセージとは、追われている、助けてください。この男の人悪い人。ネット上で未だ語り継がれる長岡京わらび取り事件。果たして奇妙なメモが示すこの事件の真相とは。そこには単なる殺人事件では終わらない深い闇が隠されていたんです。先週フッサに帰りました。ケンちゃんです。最高でした。どうでもいいわ。山菜はタラの芽が大好き、ヤミヤミコです。本日はね、フッサと昭島の素晴らしさについて語っていきたいと思います。全然違う、絶対違う。それ森タウンがね、とても最高なんで、ムービックス、そしてトイザラス、そして西の東京と言われるね、立川。もうまさにね、山菜採りにしては重すぎる代償を払わされてしまった被害女性なんですが、なぜこのような事件が起きてしまったんでしょうか。危険な山。事件の舞台となる京都府長岡京市の野山。この地はハイキングや山菜採りのスポットとしても知られていて、地元以外からも多くの観光客が訪れる場所でした。被害者となったのは、当時京都府長岡京市内にあるスーパーでパートをしていた43歳の A さんと32歳の B さんの2人。この2人はとても仲が良く、この日は一緒に近くの山にわらび取りに行くことを他のパート仲にも楽しげに話していたんです。1979年5月23日、朝の10時頃、長時間にわたる仕事を終えた2人は職場で弁当を購入し、自転車でわらび取りへと出発。2人がわらび取りに行った長岡京市の野山は観光地のため、この日も多くの観光客が訪れていたんです。いや、そんな観光客が来るぐらい人多かったら事件起きないんじゃないの？いやもうね、ここにはね、恐ろしい事実があるんです。なんとね、この地元の人だけが知るね、この地域にまつわるね、恐ろしいある噂があったんです。この山は観光地であると同時に、ある理由から地元住民たちから避けられる場所になっていたんです。その理由が治安の悪さ。この野山はハイキングコースとして整備された場所以外にも広大に広がっており、昼間でも薄暗い場所が数多く存在していたんです。その結果、地元住民には治安の悪い場所として知られていたんです。そして事件前には良くない噂も流れていました。その噂とは暴行事件。そう、この地は地元の不良グループが野山で女性を暴行しているという噂が広がっていたんです。その結果、地元住民、特に女性はこの野山を避けていたというんです。いや、そうなんです。この事実をね、2人は知ってか知らずか山の中に入ってしまうんです。そしてその結果、わらび取りに向かった5月23日当日、 B さんは午後3時半頃に保育園へ子供を迎えに行く予定になっていました。しかし時間になっても B さんは保育園には現れません。さらに家にも帰宅しなかったため、それを心配した夫は B さんを探しに野山に入ります。しかし B さんも A さんも見つけることができなかったんです。そして5月24日翌朝、今度は A さんの夫も加えて再び捜索を開始。それでも2人は妻たちを発見することができなかったんです。この結果、2人は警察に捜索願いを提出。事件としての捜査が開始されることになります。通報を受けた警察は2人の捜索に警察官や地元消防団など計100人以上にもわたり招集。2人を見つけるため深夜まで大掛かりな捜索を開始したんです。しかし2人が乗っていた自転車を発見することはできたものの、当の本人たちを発見することはできませんでした。その後、警察はさらに警察犬3頭を追加投入し捜索を再開。そしてついに2人を発見することができたんです。見るも無残な姿になった2人を。そう、発見された彼女たちの服は剥ぎ取られ、体にはかなりの損傷がありました。その数なんと80箇所以上。そんな傷を受けた彼女たちは当然すでに帰らぬ人になっていたんです。しかしこの事件は単純な人目のない場所で起きた悲運な事件では終わりませんでした。遺体発見以降、奇妙な複数の謎が発見されていくんです。山菜取りに行っただけなのにね、こんな目に遭うなんて絶対思ってないわよ、2人とも。ネット上でも話題が一人歩きするこのわらび取り事件なんですが、ここである奇妙な事実が発覚するんです。そしてそれは事件後に発覚したものでした。謎のメモの正体。
2人が蕨取りに行ってから遺体が発見されたのは3日後のこと。その間に何が起きたのか。2人の遺体には不可解な部分が多く存在しているんです。最初の不可解な点、それは遺体の損傷。 A さんの遺体には30箇所以上の暴行の形跡が見られました。 B さんの遺体はさらに損傷が激しく、50箇所以上も殴打の跡が残されており、発見時には包丁が体に刺さったままの状態だったんです。そして遺体の近くには犯人のものと思われる体毛も残されていました。警察は財布や金品が取られていないことから物取りを目的としたものではないと断定し、捜査を開始。でも DNA 検査とかできんじゃないのこれ。まあ今だったらね、うん結構精度も高いしできるんですけど、この当時はね DNA 検査っていうのがねなかったんですよ。現場には犯人につながるような様々な物証が残されていたんですが、当時の科学技術では犯人の見当をつけることができなかったんです。その結果、警察は唯一の手がかりだった凶器の包丁を調べる方向へシフトチェンジ。凶器に付着しているであろう指紋の検出を行うことに。しかし、凶器となった包丁に犯人の指紋は残されておらず、販売ルートすらもつかむことができなかったんです。こうして犯人の血液型が O 型という以外は全ての情報がなくなってしまうんです。もう大型なんて腐るほどいいんじゃないのよ。その手がかりの少なさもさることながら、この事件最大のね奇妙なねある手がかりがこの後発見されるんです。警察はさらに殺害された2人の遺体を調べることに。すると、亡くなった A さんのポケットからは謎のメモが発見されました。メモには先ほども紹介した奇妙なメッセージが。追われている、助けてください、この男の人悪い人。そして警察はこのメモを手がかりに事件に関する様々な情報を推測していくんです。メモは見つかったのはいいけどさ、メモから何が筆跡ぐらいしか分かんないじゃない。それもそうなんですけど、結構ねこのメモからねいろいろな事実が類推できるんです。警察はもちろん A さんのポケットから見つけたメモを筆跡鑑定。結果 A さん本人の文字であることが判明。さらにこのメモの発見から犯行時の状況を推測することができるんです。 A さんがメモを取ることができた状況から推測するに、おそらく B さんが先に被害に遭い、その間で A さんは犯人の隙を見てメモをしていたのではないかということ。さらに複数犯で行った場合 A さんのメモを取るという行動は見つかってしまう可能性が高いため、犯人は単独犯であると推測されたんです。つまり B さんが襲われている間、バレないように A さんはメモを手のひらで隠しながら書いていたと。そして犯人の隙を見て逃げ出してメモをどこかに落として誰かに見てもらおうと考えていたという推測ができるわけなんです。確かにそれっぽいわねこれね。さらになんですが、警察のね懸命な捜査によってさらにある情報がね分かってくるんです。被害現場に残された2人の持ち物には弁当の空き箱と摘み取られたわらびが残されていました。ここから2人はわらび取りをした後に殺害されたことが分かります。そして2人の死体解剖の結果、2人の胃の内容物に消化しかけの食べ物があったんです。その結果2人がわらび取りに向かった当日5月23日の午後1時半から2時の間に殺害されたという結論が導き出されるんです。それだけではなく2人の遺体には唯一の共通点があったんです。その2人の共通点とはアキレス腱が切られていたこと。いやもうひどすぎ。この傷から犯人は2人を逃げられないようにしたということも推測できるんです。ここまでの様々な事実から警察はね犯人の冷酷な人間性を見出して、ついに犯人と思われる人々をね見つけたんですよ。解決すんの？未解決事件って言ったじゃない。そうなんですよね。犯人らしき人を見つけるまでには至るんですけどね、そう一筋縄ではいかないんですよ。容疑者と思われる人物をね警察はね一人一人片っ端から当たっていくんです。重なる2つの事件。事件が起きた1979年5月23日。事件現場は観光地ということもあり、当日は15、6人ぐらいが山に入っていたんです。さらに大阪府豊中市から40数名の作業員が近くの宅地建造に来ていました。そのため警察はいくつかの証言を集めることに成功。その証言から犯人像が導き出されるんです。結果、犯人と思われる4人の人物が捜査線上に浮上。まず容疑者として挙げられていた人物は日常的に山で暴行を行っていた不良2人組。この2人組は事件発生直後と思われる5月23日午後2時頃に急いで下山しているところを目撃されているんです。さらに2人組の一方の人物は事件後から急に仕事を真面目に取り組み始めたという情報も得られたんです。怪しいわね。そうなんですけどね、怪しい止まりなんですよね。
しかし彼らが働く会社の上司がアリバイを証言したことで2人は容疑者から外れます。そして続いて導き出された2人目の容疑者、その人物は事件の1年前からたびたび目撃されており、包丁を持って山を歩いていた不審な40代の男性。この男性は1年前から水曜日と木曜日に多く目撃されていて、包丁を持ちながら主婦に奥さんわらび取れますかと声をかけていたんです。キモ。事件が起きたのが水曜日だったことからして容疑者として浮上。そして警察は第一容疑者として似顔絵を作成し指名手配を行うんです。しかしこの男の発見に至ることはなかったんです。全然うまくいかないじゃない、まあしかしね、まだね容疑者のね2人候補がね残ってるんで、そこにもね警察の捜査の手が伸びていくんです。3人目の容疑者として事件前にたびたび目撃されていたタケノコ泥棒という人物が浮上。ネーミングかわいいな。この人物は包丁でタケノコを切って持っていくという行動を繰り返していたそうなんです。しかしこの泥棒も事件後から姿を見せることはなくなったんです。あと1人しか残ってないわこれ。いやそうなんですよね。でもこの4人目こそがね最も怪しい人物だったんです。そんな中、最後に疑われた人物が被害者の夫。被害者 B さんの夫は保険金が下りるや否やそのお金を利用して新車を購入するなど、最愛の人を亡くした直後とは思えないような贅沢な生活を始めたんです。しかしその後決定的な確証を得ることはできなかったんです。そして事件は暗礁に乗り上げることとなり、人々の記憶からも徐々にこの事件が消えかけていたんです。しかし事件発生から5年後となる1984年、ある別の事件がきっかけでこの事件は再び注目されることになるんです。ここでなんか別の事件出てくる、まああくまで噂なんですけど、このわらび取り事件はねもう一つ起こったある事件とつながっているのではないかと噂されているんです。実はわらび取り事件の被害者は2人なんですが、この事件にはもう1人ある人物が関わっているというんです。それがパート仲間。そう、この事件被害に遭ったのは2人なんですが、当日パート仲間の主婦 C さんが一緒に山菜採りに出かけていたんです。ですがパート仲間である C さんは被害に遭った2人より先に下山していたため被害に遭わなかったんです。なぜ事件から5年も経ってこんな情報が出てきたのか。それはこのパート仲間に関する事実が公表されていなかったからなんです。なんでこれ公表しないの？結構重要なことよこれ。まあでもね公表できないある理由があったんです。なぜこの C さんの存在が公表できなかったのか。それは C さんが事件に巻き込まれる可能性があったからなんです。犯人が一向に見つからないこの事件に手がかりを知っているかもしれない C さんの存在が明るみになれば、犯人は C さんを殺害するに違いなかったからなんです。その危険性を考慮し、警察は C さんの存在を表に出さなかったんです。はいはい、そういうことね。でも C さんはこれで守られてよかったじゃない。いや実はなんですが、そういうわけにもいかなかったんです。事件から5年後となる1984年5月15日、ある火災事件が発生するんです。この事件は1軒の家が火事になり、焼け跡から刺殺された女性が発見されるというものでした。さらに遺体を検査した結果、わらび取り事件の被害者同様に首や背中が何度も刃物で刺されていたんです。加えてこの事件の犯人も血液型が O 型だったことが判明。そう、この事件の被害者となった女性とは C さんです。どこから情報が漏れたのか。犯人はすでに C さんの存在を掴んでいたのか。その理由は分かりません。しかし警察に守られているはずの C さんまでも真犯人の手にかけられてしまった可能性があるんです。しかし当時警察はわらび取り事件とこの C さんの事件の関連性について言及しなかったんです。この事件から手がかりも得られないまま10年、1994年5月24日、わらび取り事件は解決することなく時効の日を迎えてしまうんです。さらに5年後、 C さんの事件も時効を迎え、この事件は闇に葬られることになってしまったんです。果たして時効を迎え裁かれることのないこの事件の犯人はただの凶悪殺人鬼だったのでしょうか。あるいはもっと大きな力を持った我々の想像の及ばない誰かであったかもしれません。俺も事件から40年も経って時効も成立してさ、犯人がなんか得意げな顔で笑ってるって思うと本当胸くそよこれ。本当これね胸くそなんですけど、実はね皆さん朗報もあるんですよ。まあ知ってる方はね知ってると思うんですけど、近年ね凶悪犯罪においては時効が撤廃されているんです。つまりね黒歴史のあるそこの犯人のあなた絶対に捕まりますよ。そしてね皆さんの黒歴史もねバレる時代なんです。なぜかというとね SNS 全盛の時代。逆にね皆さんにねこんなね偉そうに言ってるね僕たちもね黒歴史があるんです。皆さん僕たちの黒歴史を除く方法はつまり SNS を見ることなんです。というわけでね皆さんね僕らのね SNS フォローしてくれてますか？僕たちね
ね、登録者の割にインスタとツイッターのフォロワー少ない問題というのをね、まあそうね抱えていましてね。ヤミゴさん何2人とかでしたっけ？いやそう、はいもうちょっと、はい好いてくれてる方いるわよ、いやそうなんですよね。インスタとツイッターとかね、心霊写真の企画とかね、写真募集してたりするんですけど、そこから送ってくださる方とかね、結構ね反応とかもしてるんでね、ぜひぜひねフォローしていただいてね、応援メッセージなんかもくれちゃったりなんかするとね、確実にね読んでないメッセージないんで、ちょっとね全てに返信はできない時あるんですけど、できるだけ返してはいるんで、ぜひぜひ皆さんね僕たちのことをね他のね SNS でも応援していただけるとね心強いです。まあ今後ねそれぞれのインスタとかでライブとかもね、やったりするかもしれないわね。都市伝説のねライブ配信ねやっちゃうかもしれないんで、ぜひね楽しみに待っていてください。ありがとうございます。